はい、皆さんこんばんはです。では本日も、ゲーム実況の方をしていきたいと思います。開始早々すいません。ゲームが壊れてる。今持ってきたらね、ゲームがね、壊れてるんだ。だからちょっと直しますんで、ちょっと待っててくださいね。ゲームがね、壊れてるんだ。うわ、これ最悪だよ、これ。ゲームがね、壊れちゃってる。ちょっと待ってね。この間の地震で、落下した時に多分壊れちゃったんだよ、これ。ごめんなさい。ちょっと今修理します。はい、それこの間落下したでしょ。地震があったでしょ、地震が。あれで、落下した時に壊れちゃったみたいなんだ。ちょっとお待ちくださいね。開幕修理になってます。ね、開幕修理になってます。ね、まさかの開幕修理というとんでもない話です。さあ、こっからどうやって直すか。ちょっとお待ちくださいね。ひでえ壊れ方してんな、これ。地震で、地震で落下しちゃって、割れちゃったんだよ。後ろが。うわ、これきついな、これ。これどうすりゃいいんだ、これ。ダメな壊れ方しちゃってるね。うわ、マジか。ショックがでかい。お、これでいけるか。割れちゃった。ゲームが。後で接着、アロンアルファとかでくっつけておくしかないんだけど。取れた。いや取れました。悲しい。悲しい。地震で落下。悲しい。地震で多分落下して壊れちゃったんだね。日本はね、こういうのがありますよね。地震で落下して壊れちゃうっていうのが。よし。とりあえずあれだね。アロンアルファでくっつけてみましょうか。すいません、本当に。なんかおかしい。なんかおかしいなと思ったら、割れちゃってるんだね。ただ割れちゃってるんだけど押さえつけることができるんで接着剤を塗っとけばこれ以上悪くなることはないと思いますんでね。本当にね、貴重な40年前のゲーム機なのにね。
でも実際さこうやってそう実際さでもこうやってなんだっけ昔のほらなんだっけ希少価値のあるおもちゃとかなくなっちゃってるケースって結構多いんじゃないのかな。なんだっけ地震でなんだっけ棚が崩れちゃって中に入ってたほら例えば超合金とかプラモデルとかそういったなんだっけ希少価値のあるやつがなくなっちゃったっていうのは実際結構あるんじゃないかな。実際結構ますますだからそのレトロ関係っていうものの価値が上がってしまうんじゃないのかな。レトロ関係っていうだからコレクターとかするんでしたらやっぱ日本って向いてないんだよね。日本はほら自然災害が多いんで日本でコレクターってあんま向いてないんだよね。だからコレクターやるんだったら天才とか全くない海外に行った方がいい部分がありますよね。どうしてもね日本だとね地震雷火事親父状態になるんでね、津波が来ちゃったりね。はいこんばんはです。すいませんね今ねレトロゲーム修理中です。この間の3月の地震で落下しちゃったんだよ。一つケースがでそのケースの中に入っていた1台がぶっ壊れちゃってるんだよね。なので今ちょっと修理してます。修理を開けてみたらねなんかおかしいなと思ってちょっと確認したらねあのケースが割れちゃってるんだね。ただね運が良かったのが割れちゃってんのが裏側なんだよ。裏側表側じゃないからまだ良かったのかな。表側だったらねなんだっけ悲しくなるんだけど裏側なんでまだマシな方なのかな。裏側だからまあ逆にこういうちなみに私はねレトロゲームの修理もやってますんでね自分で修理して直してるんですよゲーム機だからなんだっけ例えばPC エンジン系とかメガドライブ系とかあとディスクシステム系とかもう全部自分で直してるの。この間もなんだっけネオジオ CD も直したんですよ。ネオジオ CD も電源がなんだっけ途中でバツンバツンって切れるからそれも直したんだよね。なんだっけ直すのを依頼しちゃうとお金すごいかかっちゃう。お金が下手すると1台直すのに2万から5万もかかっちゃうの。私70台あるでしょ。70台以上あるんで全部直すと車買えちゃうんだよ。車がだから業者でもないのに直し方を覚えた理由ってそれなの。ゲームのハードが多すぎて業者にいちいち依頼してたら車買えちゃうんでなので自分で全部覚えてやるって話なの。ちなみに工業化とか出てないよ。だからなんだっけすごいのがなんだっけ基板からなんだっけ配線取ったりとかもしてるんだよ実は。基板からそれも覚えたの。基板なんだっけ基板が腐っててコンデンサーがくっつけられなくてで基板から直接コンデンサーを引っ張れば配線引っ張ればいいんじゃないかっていうことでジャンパー線持ってるの。ジャンパー線まででジャンパー線使ってやるっていうのを独学で覚えました。独学でだから PC エンジン GT とかもなんだっけ基板が腐ってるんでもう直せなかったんだよね。直せなかったの。だから直せないから基板腐ってる部分を全部削って直すようにしたんですね。はい OK です。
まあとりあえず接着しました本当にすいませんでした。開幕なんだっけ修理をしてるっていう、なんか何やってんですかっていう状態になってしまってね。はい、こんばんはです。ちなみにパソコンもそうなんですよ。私自分でパソコン作ってるのも、最初パソコンを業者に依頼したらぼったくられて、それ以降パソコンは自分で作るようにしたんですね。だからもう20年近く前か。最初パソコンを始めて、あれですよ。さあ最初パソコン作った時もなんだっけなんだっけ業者に依頼したらぼったくられちゃって、それで自分でパソコンは作ろうと思って、それ以降20年ぐらいパソコンは全部自分で作ってるんですね。よし OK、 治った。一見すると割れたように見えない。いいですね。一見するとね割れたように見えません。 OK です。はい OK、 すいませんでした。じゃあ始めていきましょうかね。いややっぱほら好きだからね。ほらガンダムの実況もほらガンダムの解説も好きだからやってるし、ゲームも好きだから自分で修理を覚えるんだよね。何でもそうじゃない？好きなものって例えばほら好きな女性のことは何でも知りたいでしょ。それと一緒ですね。だから好きだから何でもできるんですよ。好きだからガンダムもゲームも全部好きだからやるんですね。車も好きだから自分でチューニングしたりとかね、いろいろやるんですね。好きだから。好きなものはね何でもできます。はい、ではやっていきましょうかね。ではとりあえずあれかな、まずやっていきましょうか、どんどんそうです。じゃあとりあえずは、じゃあまずはこれか。ちょっと音消しときますね。なんで音消すのかっていうと、あ、そっか。なんで音消すんですかって、あれか。はい、これです。これがアナログです。皆さん、これがアナログです。ザーザー音聞こえますか？これが昔のアナログチューナーですね。ザーザー聞こえますか？これが昔のアナログチューナーです。アナログ。なんだっけ、ザーザー聞こえるでしょ。これが昔のアナログチューナーってやつなの。デジタルだとこういうのザーザーも聞こえないでしょ。これがアナログチューナーってやつです。よし、じゃあスイッチオンで、ちょっとお待ちくださいね。ちなみにゲームにつぎこ趣味につぎ込んだお金は、宝くじの1等ぐらいです。宝くじの1等ぐらい、お金をかけてますね。映りましたね。はい、映りました。このチューニングをしなくちゃいけないんだよ、みんな。あ、ダメか。あれ、ちょっと音がしてんの。ちょっと待って。音がちょっと、あ、いや仕事してるからですよ。貧乏ですよ。ちょっとあれか、家は超貧乏。OK かな。今のはね、これはアナログチューニングしてます。アナログのチューニングですね。なんだっけ、アナログチューナーなんで、チューニングしないといけないの。ラジオのチューニングとかと一緒ですね。ラジオのチューニングとそうです。で、今回まず最初にやるのが、テレビゲーム15ですね。
テレビゲーム75年だったかな。75年に発売した、任天堂さん初のゲーム機ですね。任天堂さん、これがね、任天堂初のゲーム機なんですよ。で、なんでテレビゲーム15っていうのかっていうと、ゲームが15種類できます。ゲームがただ実際15種類って言っても違うんだけどね。ただまあ昔ながらね。テレビゲーム15、例えばまずこれラケットがまずこれがテニス A ですね。で、あれなんかノイズ入っちゃった。これがテニス B で、これが、ホッケー A、 これがホッケー B、 これがバレー A、 バレー B、ピンポン、射撃ゲーム123456788種類になってます。で、なんだっけ、射撃ゲーム以外はダブルスができますんで、簡単に言うと7種類が2つでできるんで14で、射撃ゲームは1人用なんで1なんで、簡単に言うと15ってことですね。やってみましょうか、早速。ちなみにこれ強制2人プレイです。だ2人いないと、ゲームができません。あれこれどうやって、あれこれどうやって、あれ、あ、出た2プレイだ。あれ2プレイ、2プレイだ。こういうゲームですね。今やったらテニス A ですね。これはテニス A、 テニス A。 これはもともとポンテニスっていうのは昔ありまして、それのなんだっけに簡単に言うとパクリです。で、テニス B、 これはテニス B ですね。後ろ真ん中が変わってますね。ちなみにこれ球って今低速でやってます。球低速で、球は低速でやってます。で、次ホッケー A ですね。これはホッケー、よくゲームセンターにあったやつですね。要は入れないってやつですね。ここにほらこうやると負けだってですね。こうやって、これはホッケー A で、次が、ホッケー B ですね。これはホッケー B。 これは低速です。ちなみにこれも直しましたこれもね、ジャンキンもらったやつを直しました。で、次はバレー A ですね。これはバレー A。 これはバレーボールですね。どこがバレーなんだってツッコミ出しですからねね、どこがバレーなんだってツッコミ出しですからね。で、次これがバレー B ですね。これがバレー B、ね、全部同じじゃないですかってやめてくださいよ。で、次ピンポン、これピンポンですね。どこがピンポンだよっていうツッコミ出しですからねね、どこがピンポンなんだよってツッコミ出しですからね。すいません、ピンポンと絶対ルールが違うと思うんですけどっていうね、ご意見は無視ですからね。で、最後の射撃ゲーム、これは流れてくるやつに弾を当てるっていうゲームです。流れてくるやつにこんな感じで。でも当たってませんね。タイミングよく、これリセットか、リセット、タイミングよくね。先に15点取ったの勝ちですね。遅い、どのぐらいか。今 OK ですね。今遅い、遅い、遅い、今のも遅いのか。このぐらいか。はい、こんな感じです。これが、テレビゲーム15っていうやつですね。
でちなみになんだっけ、さっき言ったラケット、ほらなんと難易度上げられるんですよ。難易度上げられるの。ラケットを見てください。ちっちゃくできるんですね。さらに、ボタンを高速、しかもダブルス。さあ皆さん見てください。超難易度になりましたよね。さあこれが超難易度ですよね。ダブルス、しかもなんだっけ、球が速いね。もうニュータイプじゃないとついていけない、ね、球が速いこんなのさ、こんなのできるわけねえだろ。人間がもうできるレベルを超えてるよ本当にね。これ昔ね、一緒にやった人がね、なんだっけ、マジ切れしてたよ。いや、はい、ね、千年戦争ですよ。あ、皆さんが千年戦争。ね、はい、こうなると千年戦争ですよ。ね、先に動いた方が負けですよ。ね、先に動いた方が負け。ね、どっちが動くかで、これで、なんか当時は、千年戦争。動いた方が負けですからね、これ。ね、動かした瞬間に負けですからね、これ。これちなみに1975年に発売したやつです。で、当時として、1万5000円。今にすると、3万円ぐらいの価値かな。3万円ぐらいの価値になってます。千年戦争。はい、ということでした。面白かったですかね。これが、テレビゲーム15になってます。で、ちなみに、1万5000円って当時としてさっきで3万円ぐらいの価値、今まで3万円ぐらいの価値なんで高いんですよね。簡単に言うと。分かりやすく言うと、まあ、それでも2万円、今の価値で2万円ぐらいするんですけど、かなり安かったんですね。かなり安かったの。で、もちろんありますよ。テレビゲーム6もありますんで、今、写真撮りますんでお待ちくださいね。今。ちょっとお待ちください。今横にありますんでね。でもこれでもね、当時はね、本当にみんなゲームっていうのが初めてだったんで、かなりやっていましたよね、本当に。まあなんだっけ、まだテレビゲームっていうものが存在しない時代だったんでね。だからかなりなんだっけ、そうだ、ごめん、ツイッターでつぶやいてないね。そういえばツイッターでまずつぶやきますね。ツイッターでも。そうそう、だからなんだっけ、廉価版出たのもなんだっけ、意外となんだっけ同時だから、まあ任天堂さんらしいんだよね。ある意味歴史ですね、任天堂さんの。ちょっと待って、今ツイッターでつぶやきますんでね。実況始まりましたってね。はい、つぶやきました。で、今実況したハードがこんな感じですね。そう、実はね、基盤同じなんですよ。スイッチが少ないだけであって、基盤一緒なの。だから改造すれば、実は6で15種類ゲームできるんですね。実は。はい、こうなってます。これが、テレビゲーム、これ上が6ですね。上が6。これが6。これがテレビゲーム6。見ていただける通り、こんな感じです。バレーボールとホッケーの切り替えと、あと、プレイヤーのダブルスシングル。だからほら、すごいやるゲームが少ないんですよね。やるゲームが。で、逆にこれ、15は、ほら、すごいでしょ？ 15 はこんだけゲームができるんですよ。15は。で、さらにダブルシングル、あと、ラケットのサイズも変えられて、リセットボタンと発射ボタンで射撃ゲームね。で、見ていただくと分かるんですが、
6はボリュームコントローラーって言って、これ昔はアナログなんで、これでつまみを回すんですね。回してやってたの。で、これ見てください。15になると、ケーブルがつながってるんですよ。ケーブルが。なので、ハードから離れて、できますんで。ハードから離れてできるの。だからやりやすいんですね。なんだっけ、15の方が。まだこの頃はほら十字キーとかそういうのがない時代だったんでね、このボリュームコントローラーっていうのは基本的な操作方法になってます。でさっき壊れたって言ったのはこの15の裏側の電池ボックスが割れちゃってたんで直しました。あとこれみんな気がつきました？これ6やたらめったら切れて見えるでしょ。これ実は未使用品ですこの6田舎の個人のおもちゃ屋さんの倉庫で眠ってた未使用品です。だから箱も説明書もすげえ綺麗な状態で手に入れました。全然使ってないうん、だから異常に綺麗なのはそれが理由なんですねこれ、とんでもないぐらいマニアックな未使用品です。はい、面白い話ですね。タイムスリップしてきましたね。だから異常に綺麗な理由はそれです。異常に綺麗なの。はい、ということでした。じゃあ次のゲームやりましょうかね。では次のゲームをやりたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ちょっと終わったハードは横に移動しないと置き場所がないんで終わったハードを横に移動させないと置き場所がないんで、ちょっとお待ちくださいね。よし、じゃあ次はこちらですね。ちょっとお待ちください。はい、映りま、でもなんか汚ねえな。ちょっと調整しますか？ちょっと汚いね、画面が。画面がちょっと汚いね。ちょっと調整しますね。ちょっと画面が汚いよね。ちょっとチューニングしますね。チューニング。画面ちょっといじりますね。どうだ？これどうぞ。これで OK かな？未使用品をそのまま未使用で持ってくやつか。いや、辻さん、なんだっけ、私は前も言ったけど、基本的になんだっけ、ゲーマーなんで、別に未使用品にこだわってるわけじゃないからね。ゲームをやることが、一番、なんだっけ、ほら、車だってそうでしょ？車だって、なんだっけ、なんだっけ、乗ることに意義があるからね。展示してある車では意味がないでしょ？展示してある車では。まあ綺麗な状態に直してなんだっけゲームをしてあげるのがね一番いいと思います。でこれがいまだにゲームであるブロック寿司ですね。ブロック寿司。じゃあやってみましょうか。あれ、始まりましたね。ブロック寿司。これいまだにありますよね。今も。これも当時1万5000円ぐらいだったかな。77年で1万5000円ぐらいだったかな。これもポンテニスの応用なんですよね、さっきの。
で球が遅いと思ったでしょ。これはなんだっけ、球の速さは変えられないのかな、確か。あ、これ速くなってきた。でこれもなんだっけ、ゲームが全部で6種類あります。6種類。今やったのが1で2ですね。これ2で3もちょっと変わってくるんですよ、これ3が。ほら3はねちょっとイージーモードですね。3は下にほら万が一行ってもなんだっけゲームオーバーにならないってやつですね。なんか画面がすげえまた揺れてきた。これチューニング大変なんだよね、アナログが。こんな感じです。で次4ですね。これがゲームの4。これちょっとまた違います、ルールが。早すぎるこれはなんだっけ、要は時間なんだっけ、何分で全部消せるかっていうなんだっけタイムアタックですね。タイムアタック何分で全部消せるかっていうやつです。球が速すぎて反射神経がついていかねえよ球が速すぎそう、貫通型ですね。いかない球が残りが。よし、あと1個。よし、クリア。でこれでクリアですね。で次これが7。これがあれですね。これは赤いやつを破壊するってやつ。赤い部分を破壊するっていうゲームですね。で6っていうのは残機ですね。残機。赤い部分を破壊すればクリアです。ちなみにこのブロック崩しっていうのは当時他のエポック社とか他のメーカーさんからもいっぱい出ましたね。だからなんだっけ、ポンテニスとかのクローンも出たけどこのブロック崩しっていうのもいっぱい出ましたね球が速いっておじさんの反射神経じゃ追いつかないよ本当にね。おじいちゃんの反射神経じゃそんな速い球ね、ニュータイプじゃねえから追いつかねえよ本当に。ね、もうロートルですね。ただのロートルですね。はい、あと2個。あと2個破壊すれば、クリアです。いけるか。あと1個。小さくなった。なんかあれ条件なんちっちゃくなっちゃうんだよね。今のひどいでしょ。今のはひどいな。残機がなくなった。はいはい、はい、そんなもんです。で次これは中心部かな。これは中心部を破壊すればこれもタイムアタックです。これもタイムアタック。残機関係なしですね。残機関係なし。これは RTA ですね。RTA。はい、クリアかな。これでクリアです。これでクリアです。だからタイムアタックは意外と簡単ですね。残機がないんでね。はい、ということでした。これが、ブロック崩しですね。任天堂さんの、ブロック崩しになっております。
今やっても面白いね。なんだっけ、結局ゲームがなんだっけシンプルなんで、今やってもめちゃくちゃ面白い。多分ずーっとやってるよ。これね、多分なんだっけ、何も言われないと多分ずーっとやってる。シンプルだといくらでもできるよね。複雑な操作とかもないしね。でさっきのポンテニスは2人用なんですけど、この、ブロック寿司は1人用なんで、ある意味この辺からやっとゲームがなんだっけゲームとしてできたって言っても過言じゃないですね。この辺からやっと。それまではほら強制2人プレイだったんだけど、ブロック寿司から1人でやるゲームになったんでね。でこれがこれです。これがブロック寿司です。ちなみにこのブロック寿司って何がすごいんですかっていうと、この筐体のデザイン、筐体がすごいオレンジ色で、すごいシンプルで素晴らしいでしょ、筐体が。なんとこの筐体のデザインした人がなんとね、ゼルダを作った宮本さんです。ね、すごいですね。なんと宮本さんがこの筐体デザインをしたんですよ。だからセンスがもうこの頃からあったっていうことなんですね。だからこれはもう見た目が本当にレトロゲーマーからも素晴らしいって言われたぐらい素晴らしいんで、それをした人が宮本さんっていうのがまた面白いですね。すごい面白い、本当に。そうだね、テトリスなんて今やっても面白いですもんね、テトリスなんて。はい、じゃあ次のハードいきましょうか。次はでかいね。次は大きいよ。ね、次はかなり巨大なハードになりますね。大型筐体ですね。次は超大型筐体ですね。よいしょ。スイッチオン。うわ、画面がすげえ汚ねえな。画面が汚い、映ってない。はい、これがレーシング112ですね。任天堂さんが発売したレーシングゲームですね。レーシングゲームで、なんで112って言うんですかっていうと、112パターンのゲームができるからです。112パターン。まずコースが広い。これ広いですね。で、狭い。あと2人用。で、スピードが低い。高。要は、遅い、普通、速いってやつですね、スピードが。で、あとジグザグ。これ敵がほら、敵の車がジグザグ走行してくる。で、ガードレールに衝突するとゲームオーバーになるのを設定するか。あとアクロをあるかないか。で、車の量は少ないか多いかですね、これ。じゃあ、コースが広くて、スピードが速くて、ジグザグはやめましょうか。本当は今から、あとこれから読んじゃったらすごくなってるんじゃないかな。で、ガードで接触あり。で、アクロあり。で、車の量は多くしましょうか。じゃあ、これでスタートしましょうか。じゃあ、スタート。音出しましょうか。じゃあ、スタート。これちなみにシフトレバーあるんですよ。シフトレバー。今2速ですね。なんと、シフトがね、2速あるの。シフトがね、2速まであるの。1速2速あるの、シフト。だから、ローとハイですね。早すぎるでしょ。これアクロね。これアクロ。これは45秒だったかな。45秒間、45秒間、なんだっけ、で、どこまでいけるかってやつ。45秒間。ちなみにこれも当時2万円ぐらいだったかな。だから結構高かったんだ、これ2万円とか当時4万円ぐらいですからね。
今50点超えましたね。あ、早すぎるでしょ。はい、72点ってことですね。で、これを最高難易度に設定する場合だと、コースを狭くして、最高スピードでジグザグあり、で、ガードレールあり、悪路あり、車の量あり、これが最高難易度。これが最高難易度になってます。やってみましょうか。最高難易度。これが最高難易度です。絶対クリアできないってやつね。いやいや、無理でしょ。いや、無理でしょ。どないせねえ、ガードレールに当たってもやられるしさ。これは最高難易度。いやいやいや、だから無理でしょ。どうなちょっと待って。これはどうやってクリアすんだよ。ちょっと待ってこれ。これどうすんのこれ。敵が当たりに来てんだけど。当たり屋じゃねえか、ただ敵がこんなの。よし、ニュータイプだ。無理だよ、こんなん無理だよ。で、ちなみにこれ2人用は、パドルシフトですね。パドルシフト。パドルシフトで、こうやって2人でプレイします。パドルシフトで。パドルシフトね。はい。無理ですね。はい、ということで。で、これがね、実は、すごいのが、すいません。これ実は何がすごいかっていうと、今でいう体感筐体なんですね。画像をお見せしましょうか。画像の方。すごいですよ、これ。当時の子供たちは多分ハイテンションになりますよ。当時の子供たちは。これは多分ね、当時の子供たちは、お父さんとかに買ってもらったら、もうテンションダダ上がりでしょうね。なんでかっていうと、今お見せしますね。画像の方。ちょっとお待ちください。はい、皆さん見てください。体感筐体ですね。まさにドライバーコックピットですね。これが、任天堂さんのカラーテレビレーシング11になってます。ね、ハンドルなんですよ、皆さん。ハンドル。ハンドルを回して、さっき動かしてたんですよ。ハンドルを。で、1プレイと2プレイでやる場合には、ここのほら、パドルコントローラー、さっきと同じボリュームコントローラーですね。で、やる感じになってます。こんな感じで。これは当時、ご家庭にね、あったら、もう、ね、なんだっけ、テンション爆上がりでしょうね。で、これがシフトレバーですね。これがシフトレバー。1速と2速ですね。1速に落とすとスピードが下がります。2速に上がると、ものすごいスピードがさっきみたいに上がるって感じですね。だからウィーンと落としてるでしょ。はい、こんばんは。ウィーンと落としたのはそれなんですね。で、これがさっき言ったスイッチですね。こんな感じで。こんな感じで。広いコース、狭いコースにしたり、2プレイヤーにしたり、あとスピードを変えたり、これ電源ですね。で、これスタートボタン。で、これはジグザグあり、ガードレールあり、悪路あり、車の量っていうのを調整できるってやつですね。だこのパターンが全部で112パターンあるんで、レーシング112っていう名称になってます。名称になってます。これはでも当時の子供の家にあったら、近所の人がみんな近所子供たち集まってきますよね。間違いなく。ねえ。ただね、間違いなく壊すと思うよね。そうそうそう。これ、3点式って言って、スポーツカーの印なんですよね。スポーツカーって昔こういう3点の、ハンドルだったんですよね。そう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 。面白いよ、これ。これ本当にね、なんだっけ、意外とね、シンプルだからやってると、なんか熱中しちゃうよね。だから、意外と2プレイで対戦すると、こういうのも面白いんですよね。2プレイで。だから、さっきのブロック寿司は、完全1人プレイ。
でこのレーシング11は1人でもできるし2人でもできるっていうから、今のほらファミコンとかそういったゲームに通じるんですよね。1人でもできるし2人でもできるっていうから、友達と一緒にもできるし、友達が例えば家に帰った後とか1人でもできるっていう、まあ本当にこうゲーム機の歴史みたいなものになってます。どうですか、面白いですかね。じゃあこれが今のところ任天堂さんの、ちなみに任天堂さんのファミコンまで出るハードっていうのが、あと実はもう一個あるんですよ。実はもう一個意外と知られてないんですけど、あので、実はね、コンピューターゲームっていうのはあるんですよ。で、じゃあ、シュウさん、それ手に入れてくださいってみんな思ったでしょ。これね、無理ですね。これ、幻のゲームって呼ばれてて、なんだっけ、例えば、メルカリとかネットオークション、ヤフオクとか、あと、そういうレトロゲームを取り扱ってるところでも、ほとんど出ません。5年に1回ぐらい出たらいいぐらいの超レアハードです。なんでかっていうと、実はすごい問題があって、任天堂さんってその安いゲームで言ってたのが、このレーシング1日で2万円ぐらいになったでしょ。で、このコンピューターゲームって確か4万円ぐらいしたんじゃないかな、4万ぐらい。なので、買わなかったんですよ、誰も。高すぎて。だから、ほとんど市場に出回ってないんですね。1980年だったかな、発売が。80年か81年ぐらい。ほとんど出回らなかったの、市場に。なので、なんか、知り合いにね、どのぐらいでこれ買えるのって聞いたら、今30万から50万用意してるそうです。なので、これは諦めてください。これね、何がすごいかっていうと、オセロとかできるんですよ。オセロ。オセロができるんですよ。オセロって、なんだっけ、まだその、よくさ、オセロって、って思った人いるんだけど、まださっきの見ていただく通りなゲームの時代にオセロができるんですよ。だから、すごい、だから本当に、オーパーツみたいなハードなんですよ。オーパーツみたいな。だから、そうだね、うん、だから、うん、まあ、うん、手に入らないね、ちょっとこれは。で、ちなみにこれで売れなかった結果、面白いんですよ。売れなかった結果。面白いですね。このコンピューターゲームの失敗を踏まえて、なんだっけ、低価格路線に戻って誕生したのがゲームウォッチなんですよ。ゲームウォッチは5000円ぐらいだったんですね。だから、さっき言ったテレビゲームとかよりもはるかに安くて、最初は実はゲームウォッチって大人向けだったんですよ。大人。要は大人の人が電車に乗ったり、仕事の合間とかにやってもらうために発売したのがゲームウォッチだったの。だから時計機能ってあるんですね。時計機能っていうのが。そしたら当たり前なんですけど、子供た安いでしょ。安いし、時計機能もあるんで、子供が買ったんですよね。お子さんたちが。なので、爆発に売れたの。で、爆発に売れたから、さらに出したのが、あの、ゲームウォッチマルチスクリーンなんですね。マルチスクリーン。面白いですよね。DS の意味はダブルスクリーンね。
任天堂ダブルスクリーンで、ゲームウォッチはマルチスクリーンなんですね。なぜ任天堂マルチスクリーンにならなかったのかがわからないんですね、実は。当時も私のレトロゲーム仲間とかがなんで任天堂マルチスクリーンじゃねえんだろうってそう喋ってたんですよね。任天堂さんだったらゲームウォッチの時にマルチスクリーンっていう愛称でドンキーコングとか出してたんでダブルスクリーンじゃなくて本来はマルチスクリーンだろうと思ったんだけど、何か多分理由があるんでしょうね。あ、そうですよ。電卓、そう、電卓をヒントにしたの。電卓を。そうそうそう。で、この後、で、ついにこのウォッチがヒットして出したのがファミコンなの。そして。面白いですよね。こういうのは本当にゲームの歴史っていうのは面白いとこですよね。ゲームの歴史っていうのは。ゲームの歴史っていうのは一日ではならないっていうまさに証明ですね。あ、ちょっと待ってください。あ、大丈夫です。はい、ということでした。これが一応任天堂さんのファミコンまでに登場したゲーム機の、実況ですね。面白かったですか？まだありますよ。皆さんまだありますよ。まだ。じゃあ次は違うゲームをまたやりたいと思います。よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。では次はあれみんなも知ってるようなゲームをさらにやりましょうか。ちょっとお待ちくださいね。ゲーム大好きなんだよ本当に。ゲームはねマジで仕事をしなくていいんだったら多分ずっとやってるよ。ゲームはね私の本当になんだっけなんだっけ生きる希望なんだよねゲームは。よいしょ。で次はあれ、あ、これか。アダプター探してます。アダプターハードも多いとねアダプターもいっぱいあるんで大変なんですね。ゲームのアダプターもね30個ぐらいあるからね。よし OK。 よし、じゃあスイッチオン。映らない、映らない。またチューニングか。あれ映らない、なぜだ。ちょっとお待ちくださいね。あれ、あれ、あれ、映らない。あれあれ、なんでだ。なんで映らねえんだ。映ってはいるんだけど画面が綺麗に映らない。なんでだ。まさか、いやこれ地震関係ねえなこれは。ちょっとお待ちくださいね。なぜだ。ちょっとお待ちください。
マジかマジか。チューニングしないといけねえのかよ。久しぶりに起動したんでなんかあれかねずれちゃったのかね。うわマジか。ちょっと待ってください。今チューニングしてます。アナログのチューニングしてます。これちょっと映ってるな。これちょマジかよマジかよ。なんで映んねんだ。なんでだ。ちょっとお待ちくださいね。ななんでだマジで。全く映らないなんて久しぶりだな。なんでだなんでなんでだ。なんで映んなかったの。何か原因があるのか。以前実況やったんだよ。あれその時は問題なかったんだけどまたバラして直すしかねえのか。今後ろからチューニングしてるんですけど後ろからのチューニングではなんかダメっぽいんでまたバラして直すしかねえか。たまには
たまには電源入れないとダメだねたまにはずーっと電源入れてなかったからね。1年ぐらい電源入れてなかったからね。たまには電源を入れていろいろテストしないとダメだったことですね。うわマジか。バラした方が早いか。ちょっとバラしますね。すいません、ちょっとバラしますバラします。すいません、バラします。あれこれは地震とかに落下とか特にしなかったんだけどね。あれかね、中がもうダメなのかね、もしかしたら中の部分がもうなんか劣化しちゃってダメになったコンデンサー自体じゃなくてコンデンサーが劣化したんじゃなくて、コンデンサー交換終わってるんで中のパーツ自体がもう劣化してダメなのかもしれないね、もしかしたら。中のパーツ自体が前あったんですよ、実は。前エポック社さんのなんだっけ、カセットビジョンをなんだっけやった時にそうなってたの。カセットビジョンの時に。これもしかしたらダメかもしれない。中のアナログのなんだっけパーツが劣化してる。なんか炭化炭になってボロボロになってる。ダメかもしんないこれ。これはねダメかもしれない本当に。こうなっちゃうとねもうダメなんだよね。こうなっちゃうともう直しようがないんだこれ。あとはニコイチ修理とかニコイチ修理とかやるしかなくなっちゃうんだよねこれ。こうなっちゃうと。直せるか。生放送中に直せるかね。生放送中に直せるかあれ俺実況放送のはずなんだけどね。なんか違う放送になっちゃった。生放送中に。というかそもそもなんで生放送中に直してんねんって話。仕方ないよ、仕方ないですよ。なんだっけハード自体が40年前のやつだからね。
面がうんともすんとも映んなくなっちゃった。これはダメかもしんないね。炭化しちゃってるんだ。チューニング部分がね、炭化しちゃってんだ。これ多分ボロボロなんだね、これ。これはダメだな。これあれだよ、カセットビジョンと同じだ、これ。多分これがダメなんだ。チューニング部分がボロボロになっちゃってる。炭化してダメだな、これ。なるほど、これが原因か。なんだっけ、だからもうボロボロなんだね。だからなんだっけ、その部分をなんか見つけてこないとダメだってやつかな。なるほどね。これはダメだな。チューニングする部分がもうボロボロだからね、これ。参ったな。ここのパーツを探すしかない。でも多分もうないだろう。パーツ自体がないもんね、もうパーツ自体が。あんた40年前のパーツ探すとか何言ってんのって話になっちゃいますもんね。カセットビジョンもそうだったんですよ。カセットビジョンのなんだっけ、1代目もあの映像映んなくて、なんでかなと思ったら同じ場所だったの。同じ場所が炭化してボロボロになってて、まあ40年前だから40年前だからね、なんだっけ、その不良品とかそういう話じゃないからね、40年前だから。ちなみに今直してるのはなんだっけ、テレビベーダーですね。テレビベーダー。そうそう、 PC エンジンはね、ギアがね今作ってくれてるんでね。だワンチャンなんだっけ、40年前のオーディオとかその何か機械から移植するってのはできるんですよね。ただ今そのパートを作ってるかどうかっていうのがまあ難しいんですけど。待って、なんとか直したいね。ね、なんとか直したいね。
なんとかなんとか直して実況やりたいね。諦めたくないですよね、こういう時は。うーん難しいな。チューニングってそもそも多分専門の知識なんてできないしね、普通は。すいませんねゲーム実況やろうと思ったんだけど、最初ね、テレビゲーム15が落下で壊れてて、次はテレビベーダーがまさか映像が映らないっていうオチになって、なんだこれ。なぜか全く映らない。まあ40年以上前だからね。なんか全く映らないしさ。
全くつながりしたな。なんだこれ、ダメなのかな、根本的にも。全くつながりしたな。お、ちょっと映った。これはあと調整だ。あ、ちょっと映りましたね。なんか今映ってるでしょ。あとはどうするんだろう。あ、リアルタイムレトロゲーム修理放送になっちゃったね。
でもこれ全く映んねってことは多分ダメなのかね。なんか普通だとなんだっけ、多少映るんだよね。なんだっけ、ほらキャラクターとデバイスとか映るから、全く映ってねってことはやっぱダメなのかなこれ。いや普通だとなんか多少ほらキャラクターが映ったりするんだけど、それすら出ないってことはやっぱダメなんかね。もう多分ね、チューニングの部分をなんだっけ、全部交換するしかないんだよね。あと全く映んねえもんな。うん、ちょっと映らないとかじゃねえからね。全く映んねえからね。あれか、寿命か。悔しいな。多分このチューニングする部分をなんだっけ、あの他のやつと交換すれば治ると思う。完全に。それが手に入らないんだけどね。ダメか。あといじれる分はもうねえもんな。うわー悔しいな。悔しいな。悔しいっつったってどうしようもねえけどね。もしかしたらほらこの間の地震でなんだっけ、炭化した部分がぶっ壊れたかもしんないね。壊れちゃってで地震がでかすぎたから。ダメだね。はいすいませんでした。ダメだね。ダメでした。治りません。いやー悔しいな。テレビウェーダーダメになっちゃったか。悔しいな。今度は探しておきます。探すっていうかなんだっけ、修理できるパーツをなんかないかどうかちょっと調べてみるわ。なんだっけ、その何か例えばほら今に代替できるやつがないな。アナログチューナー自体がないからな。
ニコイチ修理なら簡単なんですよね。ニコイチ修理。ニコイチ修理は簡単なの。同じパーツだから。劣化してないパーツをつなげばいいだけなんでね。だから今回はもう劣化しちゃってるから、これね、前カセットビジョンもそうだったの。カセットビジョンも同じ部分が劣化しちゃってダメになっちゃってたからね。まあいったな。多分エポック社さんの共通点なんだ。エポック社さんなんだっけ、多分ね、エポック社さんのゲームソフトでゲームハードでこれね、カセットビジョンのジュニアをなんだっけ、直してる時もそうだったので、その部分を実はね、丸ごと移植したんですよ。外見がボロボロのカセットビジョンジュニアをジャンクコーナーにぶん流ってたやつ、1000円でぶん流ってたやつがあって、そこの中を開けたら、そのカセットビジョンジュニアは外見ボロボロなんだけど、アナログ中のダイヤルボタンだけは綺麗だったの。だからそこを外して、ハンダで外して、ハンダコテで溶かして外して移植したら治ったんだよね。だから多分同じ症状、まるっきり。だからそれでダメだってことですね。まあ残念。だからまたなんか例えば探してきて例えば外見ボロボロのテレビベーダー探してきて直すっていう方法しかないですね。あれですね。テレビベーダーの画像ですね。すいません。ちょっとお待ちください。移植かまたはなんか他の例えばほらゲーム機以外で同じようななんだっけアナログのチューナーのなんかパーツ使ってるのあったらそれを移植するとかそういうのをやるとなんか多分治るんじゃないのかな。だからどっちみちパーツの劣化なんでもうどうしようもないですねこのようになってくると。はいこれです。これがテレビベーダーですね。まあインベーダーゲームのクローンですね。インベーダーゲームの電源のオンオフとスタート、あとこれすごいシンプルでインベーダーゲームと同じなんであのカーソルを右か左かの移動とミサイルっていうのは、攻撃ボタンですね。これしかないんですよ。あとはレベルを設定するボタンしかないの。すごいシンプルですね。これがね爆発的に売れたんですよ。爆発的に売れたんでなんだっけ一気になんかその任天堂さんとかのシェアを奪ってすごいヒットしたんですねこれが。簡単に言うとご家庭でインベーダーゲームができるっていうことですごいヒットしたのこれが。すごいヒット。爆発的にヒットしましたねこれが。だからなんだっけはっきり言ってしまうとまだなんだっけ問題ないテレビベーダーを買ってきた方が早いんだよね。もう説明書と箱あるんでなんだっけ綺麗なテレビベーダー探してきた方が早いんだよね。でそれでバラしてコンデンサー交換してなんだっけ錆びないようになんだっけ金属部分とかを防錆加工とかした方がまだいいんだよね。だから実はあとはほら万が一なんだっけ他のが基板が錆びてたとか腐食してたらアナログチューナーの調整部分だけなんだっけ外して移植したりそうすれば間違いなく動きますんでね。昔のゲーム機は電気回路がすごいシンプルなんで簡単に直せるの。簡単にだからそっちで直した方がいいんじゃないかな。
どっちかっていうと。はい、じゃあ次は最後ですね。じゃあ、超レトロゲームの最後にやりたいの。これは多分リスナーさん誰も見たことないゲーム機ですね。リスナーさんも誰も見たことないゲーム機になります。この間手に入れたやつですね。この間。で、なんだっけ。手に入れたんだけど、まさかの、なんだっけ、映らないっていう、やつですね。まさかの。なんだっけ、ハード的な問題で映らないやつですね。ハード的な問題で。これはね、さすがに笑っちゃってる。なんだっけ、普通にハード的な理由で映らないってやつ。アナログチューナーがリセットかかっちゃうんで映らないっていう、どないせい中年って言って頭抱えたやつですね。なので毎回電源を入れるごとに、チューニングです。一回チューニングしてもうダメなやつですね。毎回チューニングしないとダメなやつですね。ちなみにアダプターは、メガドライブのアダプターが使えます。この辺はユーザーフレンドリーですね。メガドライブのアダプターがそのまま使えます。ちなみに、トミーさんのゲームハードですね。トミーさんの。で、電源をオン。で、電源をオンにして、チューニングですね。電源入れるためにチューニングしなきゃいけない。あれあれあれほら、こっちもなんだね。これもね、すごい古いやつですね。あ、映りそう。頑張れ頑張れ。あ、いけそういけそう。はい、オッケー。ちょっとおかしいけどね。はい、映りました。音は大丈夫かな。テレビファンカラーモデル701ですね。すごいね。なんだっけ、トミーさんが発売した、ポンテニスの、シリーズで、えすごいね。カラーモデルテレビファン701ですね。映りました。これすごいのがね、白黒対応のやつなんで、これ自分でカラー調整しろっていうスパルタンモデルですね。これでカラーを自分で調整しろってやつですね。すごいモデルだよねこれ。てかなんでこんなゲームやってんねんって話ですね。でスタート。あれスタート。これか。今やってるのがプラクティスってやつ。プラクティス、壁との打ち合いですね。壁との打ち合い、プラクティス。一人用のやつですね。色はね自分で設定ですね。で次がスカッシュ。次がスカッシュ。これがスカッシュですね。スカッシュ。
あのあの何が違うんですかっていう質問はなしですよ、ね、何が違うんですかっていう質問はなしですからね。そう、これね、45年前のやつですね。で次がテニスですね。テニス、あれちょっと待って、あ、ごめん、これですね。これがテニスですね。ちょっと待って、ちょっと待って、これあれなんですよ、ほら、こうだっけ、自由に動くんですよ、これ自由に。ごめん、さっきスカッシュ間違ってたね。これだね。これがスカッシュだね、ごめんなさい。これスカッシュ。そうだね。これがスカッシュ。テニス。で、3番目。あ、ごめんなさい。これがテニス。で、3、4。4番目、これがホッケー。これはホッケーですね。ホッケー。あ、これはすごいじゃん、みんな。ホッケー。すごいですね、ほら。これどうやってスタートするんだ。ちょっと待って。あれ、あ、始まった。ほら、ホッケー。一人ですよ。もちろん一人ですよ。ねえ、アシスタントいませんからね。あ、これは両方でスタートか。ホッケー。で、5番目。サッカー、すごい。サッカーですよ。サッカー。ねえ、サッカー。ね、誰が何と言おうとサッカーです。ね、誰が何と言おうとサッカーです。ね、サッカーです。ね、誰が何と言おうとサッカーです。ね、サッカー。ね、スーパーサッカー。ほら、自由に動きますよ、ほら。ねえ、2on2 サッカーですよ。2on2 サッカー。2on2 サッカー。ねえ、なんじゃそりゃって話ですね。で次、6番目。バスケット。ね、バスケット。これは一人用ですね。ここに入れればいいってやつですね。バスケット。で超人バスケットですね。で超人バスケット。どうやって入れろっつうんだこれ。つか入り口が狭すぎるよ。ね宇宙空間バスケットですよ。宇宙空間バスケット。スペースバスケット。ね、スペースバスケットランナーウェイですよ。なんじゃこれ。ね、バスケット。入った。ね、スペースバスケット。次、バスケット2ですね。あ、ほら。対戦プレイですよ、皆さん。対戦プレイ。今、色調整してます。これ、色調整できるんですよ、こうやって。すごいね、色調整できるんだよ。ね、来た。ね、ワンオンワン、スペースバスケット。ね、誰が何と言うとバスケットゲームですからね。で、最後、グリッド。これ何なんだ、グリッドって。こんな感じ。ほら、脱出ゲームみたいなもんかな。脱出ゲーム。こうやって、脱出させるってこと、弾を。これほら、面白い。これ対戦なんだ、一応。ほら、対戦。これ。片一方は、こっち動かして、片一方こっち動かして、なんだっけ、やるという対戦ゲームなんだね、これ。一人でもできるしね。対戦もできるっていう。へえ。だからこうやって妨害していくってやつ。これ意外と面白いぞ、この対戦。このグリッドは意外と面白いぞ、これ、グリッドは。ちなみに、これ、こんな感じで、なんだっけ、大きさ変えられます。大きさ。ほら、なんだっけ、バーの大きさ変えられます。バーの大きさも。
でスピードも、オフスピードモードもオフにできます。これ多分オフにするとあれじゃないかな。スピードモードもオフにできますというゲームでした。これが、テレビファン、カラーモデル701っていう、なんと当時としては珍しいカラー調整、こうやってカラーパレット調整できるんですよ。カラーパレットがほら緑から青に変えたりとか紫に変わってきたり、こうカラーパレットも調整できます。これはカラーテレビが出た時期だったんで、カラーテレビとカラーテレビのカラーをまあ生かすって意味なんですね。なのでカラーパレットが自分で調整できます。でこの結果がわからないんだけど、その結果アナログチューナーを毎回チューニングしなくちゃいけないっていうスパルタ仕様です。だからアナログチューナーでチューニングしないとゲームができないんで、毎回裏蓋外してチューニングしなきゃいけないの。だから昔はテレビ自体にチューニング機能があったんでそれで良かったんですけど、今テレビにチューニング機能ってないんで毎回裏蓋を外してチューニングしないといけないっていう仕様ですね。すごい。まあすごいね本当に。これが、テレビファントミーさんが発売したテレビファンカラーモデル701ですね。701なんでいろんなモデルあるんですね、実は。701ってことなんで。あ、今写真撮りますね。というか YouTube でこんな古いゲームやってる人もまずいないだろうね。ねえ多分なんだっけ何これって思った人はね多分正解だと思いますよ。45年前のゲームですからね。45年前とかなので多分なんだっけ当時10歳でも50代の方しか知らないゲームなんでなんだっけ多分 YouTube 見てるユーザーさんでは多分ほとんど見たことも多分触ったこともないゲームじゃないのかな。はい、これです。これがテレビファントミーさんの発売した、テレビファン、カラーモデル701ですね。これがスイッチ意外と発信してほしいね。これがさっき言ったカラーボリューム、カラーをコントロールするボリュームで、これが電源のオンオフですね。でこれがボリュームコントローラーでなく、なんとアナログコントローラーなんですね。これすごいと思わない？さっきのボリュームだけじゃなくて上下左右に動かせるんですね。さっきのだと回すだけでしょ。だから右に回すか左に回すかだけだったんですけど、これだと上下上とか下とか左とか右に動かせるんですね。だからそういう意味ではなんだっけかなり進んでたんですね。かなり十字キーのまあ元祖みたいなもんですね本当に。でこれがさっきのサーブボタン、右のサーブと左のサーブってやつですね。でこれは2プレイヤーがなってます。でこれスピードモードってさっき言ったスピードを変えるボタンになってます。でこれがゲームのスタート、ゲームのスタートでこれがセレクターですね。でセレクターにちゃんとこれは親切ように書いてありますね全部。なんだっけカセットビジョンよりはるかに昔のやつですよこれは。煮込みうどんさん、これカセットビジョンよりさらに昔のやつですよ。さらにね私がさっきからやってるのはカセットビジョンよりさらに昔のやつですね。カセットビジョンよりでこれがんであれですね、さっき言ったなんだっけなんだっけバーをスモールにするか大きくするかっていうやつですねになってます。味噌煮込みうどんさん、じゃ私もカセットビジョンやった方がいいのかな。じゃああれかな、カセットビジョン私もやった方がいいの？いいですよ。じゃあちょっとお待ちください、今持ってきますんで。ね、なんかカセットビジョンやってほしいなっていうなんかご要望なんでね、大丈夫ですよ。さっきほらね修理でちょっと30分以上かかっちゃったんでね。あれこれアダプターって
ちょっと待ってね。説明書で見ます。説明書。アダプターって確か何ボルトだっけ。ちょっと待ってください。アダプターちょっと確認します。電圧間違えるといっちゃうんだよね。ちょっと待って。OK です。はい。OK です。あとあれか、カセットか。カセットビジョンのカセット。ありますよ。いっぱい。カセットビジョンのカセット。カセットビジョンのカセットもたくさんありますからね。よし。で。いえ、私はリスナーさんの要望に応えますよ。なんだっけ、前も言いましたけど、なんだっけ、なんだっけ、1本、なんだっけ、10万円のゲームとかじゃなければ、買ってきますよ。なんだっけ、ただ、今、ゲームソフト1200本ぐらいあるんで、なるべく持ってるゲームを言っていただくと助かりますね。持ってるゲームを。1200本ぐらいゲームソフトあるんで、そっちをまず優先的に言ってもらったのが助かりますね。じゃあまずこれか、ね、まずはこれですね。カセットビジョンを代表するゲームですね。電源、知ってた知ってた。こうなるのは知ってた。だから調整ですね。こんなもんでいいかな。はい、やりましょうか。これが木こりの予作ですね。カセットビジョンを代表する、ゲーム木こりの予作ですね。このカセットビジョンを修理して動かせるようにしました。やりましょうか。じゃあスタート。音か。スタート来ましたね。イノシシ撃ち取ったりですねね、木こりを邪魔するイノシシは許さないわよ。ね、今のはマムシですね。あれボタンが効きづれはい。来ましたね。ね、イノシシ撃ち取ったりですね。ね、イノシシ撃ち取ったりですね。これいろんな団体に怒られそうなんだけど斧でさイノシシ倒してたらさ、いろんな団体さんに怒られそうな気がするんだけど。はい、これでクリアですね。これでクリアです、ね、予作ジャンプですから今の。基本的に昔のゲームは点数を競うゲームなんで、なんだっけ、終わりがないです。基本的にね、昔のゲームはこういう
これちなみにファミコンの前ね、これが出たのは。イノシシ撃ち取ったり、ね、マムシ撃ち取ったりね、すごいね。斧でマムシまで倒しますからね。あね、タイミングが間違うとこうやってやられちゃいますね。ね、いいですね。ね、これ見るといかにファミコンが高性能ってみんな分かりますよね。ね、これ見るとさ、ファミコンがいかに高性能って分かりますよね。ちなみに糞にダメージ食らうとしびれます。ね、鳥の糞はダメージを麻痺します。ね、マムシ撃ち取ったり、ね、イノシシ撃ち取ったりよさくは木を切るヘイヘイホーね、ヘイヘイホーですね。あ、まただ。はい、というゲームです。面白かったですかね。これが、木こりの予作ですね。カゼットビジョンを代表するソフトです。ちなみにもともとは確か SNK さんじゃなかったっけど、これは。そう、だから、もともとはこれ SNK さんが作ったソフトですね、確か。勝手に、販売してしまったっていう。まあ、今だと大問題になりそうな話ですね。今だと。で、これが、あれですね。アストロコマンド。これが超名作のやつですね。アストロコマンド。いえいえ。あれこれって。あ、いいのか。じゃあ、やってみましょうか。あれ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 ちょっと待って。始まんねえな。セレクト。あれあれスタートボタン。あれ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 接触があれ接触が悪くなっちゃったのか。これもたまにやっぱ動かすのダメだな。あれあれスタートボタンが起動しない。えあれなんか忘れてるか俺。あれスタート。あ、始まったか。あ、始まりましたね。始まりました。9って燃料ね。あ、お疲れ様。燃料切れちゃうんで、今のピンクのやつを破壊して燃料取らないとダメなんですよ。燃料取らないと。あーあー
やばい、燃料切れちゃう、燃料切れちゃう。燃料切れちゃう燃料が出てこない。燃料がひどい。これはひどい。ね、まさかの燃料切れですね。ひでえな、燃料がなくなる。ね。まあ当時はカセットが交換できるっていうだけで価値がありましたからね。まだカセット交換式っていうゲーム機が少なくて、1ハードにつき1ゲームが多かった時代ですからね。そう、燃料を打つと、なんだっけ、回復するっていう仕組みなんですね。追突したこれ操作がね、結構シビアだよね。操作が。マジかよ。ボス戦までは行きたい。せめてボス戦までは行きたい。やーべえ、ボス戦まで行けねえんだけど。ね、大丈夫、こっから死なないから。ね、僕は死にません。俺これ買って、ね、明日の出張頑張るんだ。もう一回だもう一回だ、もう一回だ、絶対クリアしてやる。じっちゃんの何かけて。ちなみにこれ4ビットマシンだそうです。ファミコンとか PC エンジンは8ビットね。SG 戦とかね。で、これは4ビットマシンです。4ビットマシン。まあだからドットが荒かったり、いろいろね、まあ、許してくださいっていう部分が多いのかな。でも意外とね、やっぱ面白いね、やってて。ちょっと待って、また燃料切れちゃうよ、これ。また燃料切れちゃうよ、これ。ちょっと待って。それダメなの今の。今のダメなの今の。今のダメなのあれ。もうイライラ棒並みの反転のシビアで。
4ビットすごいよね、4ビット。ちなみに今はパソコンが64ビット化してますね。ボス戦かな。あ、ボス戦ですね。あ、まだですね。マジか。敵のレーザービームですね。あ、レーザー破壊できないの。本気になったら喋んなくなるよね。シューティングゲームとかってさ、本気になると喋んなくなるよね。絶対クリアしてやる。俺これクリアして、ね、明日幼馴染に告白するんだ。ね、で、そして、来たボス戦。弱点は、なんだっけ、空いたとこですね。やりました。クリアしました。これが一周ですね。これが一周になります。で、以後ループですね。以後ループになっております。はい、どうでしたか？面白かったですか？面白かったですか？これが、カセットビジョンですね。ファミコンより数年前に発売して、シェア 90% っていうとんでもないことになった、ハードになってます。すごいね。シェア 90% ですよ。シェアが。で、多分煮込みうどんさん的には、これもやったんだったら、あれもやってほしいと思うんで、やりますよ。なんだっけ、同じくファミコンと、の前に発売予定だったけど、同時になってしまった、ハードもやってほしいという顔をしてるんで、やりましょうか。あ、写真撮りましょうか、まず。写真を。さあ、まず写真ですね。ちなみに今、私の周りがゲームハードだらけになって、足の踏み場もなくなっちゃってます、ね。今、私の周りは今ゲームハードだらけになって、足の踏み場がありません、ね。さあ、じゃあ、今日の最後はあれですね。セガ初のゲーム機をやって終わりましょうか。ほら、前、なんだっけ、いっぱいソフト手に入ったんでね。やってないのはいっぱいあるんでね。いや、あたりはほら、日本以外のメーカーなんでね。なんだっけ、セガ SG1000 ですね。しかもなんだっけ、初期型ね。超レアな初期型を持ってますんでね。はい、こちらです。逆になってんだ、これ。これが、さっき言ったカセットビジョンですね。これがカセットビジョン。ボリュームコントローラーがついていて、これがプッシュボタン。で、これがレバーですね。レバー。で、これがスタートボタンとセレクトボタンになってるやつ。これがカセットビジョン。これがカセットコン入れるやつですね。カセット交換式。で、これすごい珍しいのが、本体に CPU 入ってないんですよ。本体に。CPU はカセットに入ってんの。なので、結構安かったんです、これが。14,800円だっけ、確か。本体がめちゃくちゃ安いんですよ。でソフトもそんな高くなかったの。なので、シェア 90% っていうとんでもないぐらいの人気になったんですね。はい、じゃあ最後に、じゃあ SG 戦をやって今日は終わりましょうかね。ちょっと待ってください。今持ってきますんで。SG 戦。
あとあれか、ハードか、ゲームハード。あ、違う違う違う、ソフト。ちょっとお待ちくださいね。電源。接続ケーブル。で、ソフト。ああ、SG 戦ね。じゃあやりましょうか。じゃあまず SG 戦と言ったら代表するソフトをやりましょうか。電源オン。あ、来ましたね。今後ボンゴですね。なんか画像がめっちゃ悪いんだけど。ちょっと待ってね。調整できるかな。あれ、ちょっと待って。これあれか、これこっちにしたのかな。こっちにして。波が入っちゃってるね。これ仕様かな。波が入っちゃうのはもうどうしようもねえのかな。波が入っちゃうのは塩っぽいんでお許しください。じゃあ始めましょうか。あ、ごめんなさい。音消しちゃってたね。もう一回始めます。ね、今後ボンゴですね。ゲームセンターの今後ボンゴとは全く違いますね。どっかで見たようなゲームだと思った人は気のせいですよ。ね、あれどっかで見たことがあるんですけどと思った人はね、気のせいですよ。ひでえ。今のひでえ。セガが誇るオリジナルゲームソフトですからね。毒蛇に噛まれましたね。毒蛇いちゃダメでしょ、そこに。こう見るとやっぱファミコンが売れた理由分かるね。ファミコンと同じ。ちなみにこれファミコンと、あれこれちなみにファミコンと全く同じ発売日ですよ。これファミコンと全く同じ発売日なのこれ。だからなんだっけ、なんでファミコンが売れたんですかっていう理由がわかるでしょみんな。ちょっと待ってちょっと待って、ゲームオーバー。クリアしないとダメだよね。クリアしないとね。これクリアしないとなんだっけ、ええゲ
ね、シュウさんゲーマーなんですよねって真顔でコメント書かれてもどうしようもないからね。バカ野郎、俺はクリアするぞ、ね、これクリアしてさ、なんだっけ、朝、毎日朝電車で出会うさ、女性とさ、なんだっけ、温かい家庭を築くんだぞ、俺は。ね、かわいい、なんだっけ、後輩とさ、結婚するんだぞ、俺は。これクリアして。ちなみに今使ってる SG 戦は、超初期型の超レアなやつなんで、まともに買うと、プレステ5買えるぐらいの金額になるわけのわかんないハードです。おい、ヘビどうにかしろよ。ねえ、最後に電車乗ったの、電車この間乗ったじゃん。電車3日前ぐらい乗ってる、電車も3日前ぐらいに。ねえ、この間電車先週は電車でさ、ゲームギアやってたんですよ、ゲームギア。ねえ、グリーン席でさ、ゲームギアやってたんですよ、ゲームギア。ねえ、本当に。ねえ、令和の時代にさ、グリーン席でゲームギアやってる人間なんて俺ぐらいしかいねえじゃねえかよ、本当にね。ちょっと面白かったんだ。ちょっと待って、あのヘビどうすりゃいいんだ、あれ。あれ、ジャンプで抜けてくんだっけ、ジャンプで川の上に乗っかって、なんだっけ、行けばいいのか。はい、クリアしました。クリアしましたよ、皆さん。クリアしました。なんと、はい、なんとみんな、全2ステージですね。なんと、全2ステージです。なんと、ね、全2ステージ。ねえ。と思った人はね、昔のゲームは、基本的にこんなもんですよ。なんだっけ、周回するゲームですね。基本的に周回をするゲーム。で、次は、モナコ GP ですね。昔のゲームはね、クリアするっていうよりは、なんだっけ、その周回するっていうもんなんでね。周回。だから周回して最高スコアを取るっていうゲームですね。これはモナコ GP ですね。モナコ GP。なんとボタン使わないんですよ。使うのは、ごめんなさい、音が出てない。使うのは、なんとこのゲーム使うのは、なんと、なんだっけ、十字キーだけ。十字キーで加速減速するだけなんですよ、このゲーム。だからボタンは一切使えません。上を押すと加速。で、なんだっけ、下を押すと減速。で、左右で、なんだっけ、車を回するですね。で、どこがモナコ GP なんだよって思った人はね、なんで GP 中にさ、救急車来てんだって話ですね。まあこれもスコア稼ぎですね。ずーっと同じことの繰り返しですね。スコア稼ぎですね、これもスコア稼ぎ。容量はなんだっけ、容量は本当に128キロバイトとかじゃないかな。64キロバイトとかそのぐらいだったはずだよ。すごい。だからなんだっけ、バイトじゃねえや、ビットか、ビットだから。なんだっけ、今にしたらなんだっけ、本当になんだっけ、最小だよね。だからなんだっけ、40キロバイトとか40キロバイトとかの容量しかなかったんだ。40キロもないか、ごめんなさい。10キロバイトとかじゃないかな。だからすごい容量が少なかったんだよ、本当に容量が。これは名作です。
これはさっきの今のゲームとは違いますね。スター・フォース、スター・ソルジャーの元ネタですね。スター・ソルジャーの、あ、ごめんなさい、音が、スター・ソルジャーの元ネタですね。スター・ソルジャーの、基本的に連射ゲームですね。連射ゲーム、押しっぱなしでもこのぐらい連射はできます。押しっぱなしでも。ただなんだっけ、めちゃくちゃ遅いですね。ああ、ほらこんな感じ。基本的に連射ゲームですね。連射して敵をスターソルジャーと一緒ですね。うわーマジか。連射できねえときついな。なんだっけ、SE 戦のなんだっけ、コントローラーだとなんだっけ、連射するの難しいんだよね。連射するのが。だからなんだっけ、SG1002 とかみたいなパッドだとまた連射はしやすいんだけど、このパッドだと本当に連射しづらいよね。連射が。昔のジョイスティックプラスなんだっけ、横押しみたいなもんなんで、この辺がちょっと辛いとこだね。あーマジか、きついな。連射がきついんだよね。だからSG1002 でやった方がまだ楽だよ。横だからね、横ボタンだからね、なんせ横ボタン。うわマジか、取れない取れない。あー取れなかった。パワーアップユニットが、あれがパワーアップ、今のが。来た来た。よし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 。ほらこれで、ほらこれだと連射が速くなるの。これ押しっぱなし、押しっぱなしでもこんだけ連射が速くなるんですよ。パワーアップすると楽ですね。パワーアップすると連射が連射がすごく速いんでね。はいということでした。これは面白い。これはなんだっけ、 SG1000 じゃなくて1002やマーク3とかでやるといいですね。なんだっけ、連射しやすいんで、そっちの方が。あとラビットファイヤーとか使うとね、連射が簡単にできますんで、連射できるとすごい楽しいです。連射できると。で、あとは例えばこれか。これもシューティング。昔はシューティングがすごい人気だったんでね。これは連射っていうわけじゃないですね、ザクソン。これはすごいのが、なんだっけ、クォータービューで3D を再現してるんですね。アーケードと比べるとどうしてもなんだっけ、ちょっとチャチいんですけど、それでもこのなんだっけ、クォータービューで3D 再現したっていうのはすごいところですね。でこれも燃料ゲージあるんで、燃料タンク破壊していかないとゲームワンやっちゃいますね。これすごいよね、本当に。こういうアイディアもすごいですよね。
ああ、上昇間に合わなかった。すごいです。これ上昇間に合わないとあれでぶつかるんですね。だからここ急いで上昇して突破しないといけないんですね。こうやって面白いね。まさにアイデア勝負だよね。この 3D の場所がいまいち分かりづれんだよね。これバイカーもね、このボス戦が当たっちゃった。このボス戦がいまいち分かんないんだよね。ボス戦がさっきのは一応ボス戦ですね。今のは高さ合わせないといけないんだね。今の高さ合わせないとダメだってやつね。はい、ということです。昔のゲームは容量が少ないんでアイデア勝負ですね。アイデア勝負、アイデアでいろいろこうやっていくっていう形のゲームですね。本当に。ただなんだっけ、単純なんだけどなんだっけそういった部分は面白いと思うんだよね。やっぱりアイデア勝負なんだよね。いっぱいあるよ。 SG 戦争ソフトは20本ぐらいあるんだよね。いっぱいありますよ。セガマニアなんでね、もともと。これがサファリレースですね。サファリレース。音が出てた。ね、動物が来るってやつですね。ひどいですね。そうですね。サファリなんでいろんな動物たちがいるってことですね。燃料なくなっちゃう。ガソリンスタンドカムヒーヤね、ガス欠です。あれスタンドどう止まんだっけ。あれスタンドあれ
あれスタンドってなんだっけ。あ、やっぱ停車か。停車じゃダメだね。そう、完全に停車しないとダメだね。完全に停車しないとダメだったやつですね。完全に停車しないとダメだっていう仕組みになってます。ただなんだっけ、なんだろうね、この頃のゲームってでもほらアイデア勝負でなんか味があるよね、見てて。なんかまあそうだね、なんかまだゲームができその始まった頃だったんで、いろんな意味でこうなんか黎明期だったから、なんだっけ、そのなんつうばいいのかな、こうモビルスーツもそうなんじゃない、モビルスーツガンダムとかもそうだけど、なんかやっぱ最初の頃ってなんかこう試行錯誤してるっていうところがまた面白かったんじゃないかな、試行錯誤。だから今だとほらもうゲームってある程度完成しちゃってて、グラフィックがいいとか決まっちゃってるけど、この頃ってまだそのゲームってどういうものを作っていいかってなんだっけ、その試行錯誤してる時だったからね、試行錯誤。だからまた面白かったんじゃないかな。あ、ちなみに超激レアソフトありますよ。多分2万円以上するソフトがありますよ。なんだっけ、 SG 戦を代表するRPG だね。なんとセガにも RPG ってあったんですよ。これ多分駿河屋さんとかでめちゃくちゃ高いやつです。なんと、セガマイカードですね。セガマイカード。一気に容量が増えましたね。一気に。ブラックオニキスですね。もともとはパソコンゲームですね。あ、これ名前付けられるんですね。10文字まで。でも付けましょうか。B、わかりやすく。C。これがね、超レアソフトなんですね。超レアソフト。T。なんだっけ、まだ RPG が珍しかったからね。あ、ファミコン版もありますね。もともとパソコンゲームなんですね、もともと。もともとはパソコンゲームなんだよね。これ旅して、3D ダンジョンですね。アタックトークラン。これさ、これさいとこはなんか見てガチでクリアしたいね。バトルですね。バトール。まあ本当に初期の RPG ってやつですね。そう、手書きでマッピングしてゲームをやっていくってまさに時代のやつですね。こ
これはブラックオニキスを手に入れることが目的ですね。ブラックオニキスを。ブラックオニキスを手に入れることが目的です。だから実はね、意外と短いんですね。そんなに長いゲームではないですよ。そんなに長いゲームでは。銀行の預かりやすさなんですね。下にどんどん降りていくって感じかな。あ、そう、昔のゲームはほら、基本的にこんな感じだったんだよね。だからほら、ドラクエとかでも、なんだっけ、いきなりほら、なんだっけ、最初は、フィールドから始まる予定だったんだけど、それでは、みんなわからないからって、王様のところから始まるようにしたんだよ。ドラクエも。ドラクエとかも。ドラクエも、なんだっけ、最初はこんな感じでいきなり放り投げる予定だったんだけど、なんだっけ、それじゃあ絶対わからないってことで、なんだっけ、ああいう優しくしてくれたんだよね。まあ、こういう感じです。これもなんか、いずれやりたい。これも攻略サイトとか見て、クリアしたいですね。攻略サイト見て。多分攻略サイト見ないと、ちょっとクリア難しいんじゃないかな。実際問題としては。面白かったですか？ちなみに、今の SG 戦の状態は、フルアーマーに近い状態ですね。まだ完全にフルアーマーではないんですけど、ほぼフルアーマーに近い状態で。お見せしましょうか。昔のゲームはね、ウルティマとかもそうなんだけど、なんだっけ、NPC を殴ったりとか攻撃できたんだよね。なんだっけ、ドラクエとかではできないんですけど、昔のゲームはその辺がまた自由度があったってやつなんですね。ちょっとお待ちくださいね。本当にね、ファミコン以前のゲーム機だからね、いろんなところがやっぱ、黎明期に近いですよね。そうだよ。そう。変に行動すると積んでやり直しですね。やり直し。初めっからやり直しです。初めっから。あのーなんだっけ、途中からやり直しとかじゃなくて、昔の RPG は、なんだっけ、本当に、なんだっけ、初めからやり直しなの。あのーなんだっけ、なんだっけ、ドラクエとかは、そういうのはないけど、昔の RPG って最初からやり直しなの。はい、こんな感じです。これがフルアーマーにやや近づいた SG 線ですね。これ。キーボード、SK 線というキーボードと、あの、コントローラー2つ。すごいですよ。このコントローラー横で押すタイプだからね。で、あと、これが SG 線の本体で、これがカードリーダー。で、これが、さっき言った、なんだっけ、ブラックオニキスですね。ブラックオニキス。で、あと足りないのは、データレコーダー。セーブするためのデータレコーダーですね。データレコーダー。ここにくっつけられるんですよ、データレコーダーが。だから、あとはセガの、超レアなデータレコーダーを手に入れれば、フルアーマーに、ほぼフルアーマーですね。フルアーマー。で、多分みんなが一番疑問なのが、なんでこんなガチャガチャになってるんですかっていうと、これもともと、SC3000 って言ってパソコンだったんですよね。もともとは。パソコン。パソコンだったんだけど、パソコンだと高いでしょ値段が。だから、値段が高いんで、あの、
分けたんですよ結局は。だからキーボードの機能を分けてコントローラーも1個だけにしてゲームに特化した本体にしてるってことだから PC エンジンとかと一緒なんですね。 PC エンジンも最初からフル装備にすると高すぎるんでPC エンジンと CD-ROM とインターフェースユニットで分けてるでしょ。あんな感じだからこれもその代わりそのおかげで本体が安くできたの。でも皆さん知ってる通り最大の誤算だったのがファミリーコンピューターなんですね。ファミコンってさっき性能も高いし最初からコントローラー2つついてるし全てにおいてファミコンがやっぱ完成されすぎちゃってたんだよね。だからしかも同じ発売日だしねこれファミリーコンピューターこれだから同じシンプルでもこっちにはリセットボタンもあって電源ボタンもあってイジェクションボタンもあるでしょ。でコントローラーも2つあってマイクも装備してるのだけどこっち見て分かる通りにこっちにあるのは電源ボタンとポーズボタンホールドボタンしかないんですよね。だからいかになんでファミコンが勝ったのかって話は簡単に分かりやすいんですよね。さらにグラフィック見て分かったでしょ。ファミコンと比べてグラフィック領域も低かったのだからどうしても勝てなかったんだね。あとはソフトね。ファミコンはハドソンとかいろんなサードパーティーがすぐに参入したんだけどセガはサードパーティーが参入しなかったのだからほとんどセガのソフトしかなかったのも問題だったんだね。一応マーク3あたりからは入ってきたんだけどやっぱちょっと遅かったね入ってくるのが。まああとはねなんだっけちょっと乱発しすぎかな。乱発ファミコンはこれで約10年戦ったでしょ。10年以上まあ10年か10年戦ったでしょこの状態で。だけどセガはセガ8ビットゲーム機ってこれ以外にもどこだ画像例えばこれが、SG1000 ね。これ初期型ね。初期型このラベルが違うんだよ初期型が。でこれが SG1002。基本的に SG1000 と一緒なんですけどコントローラーが使いやすくなってます。これ十字キーみたいなコントローラーと押すボタン式になってますこれ。だからファミコンに近づけたってやつだね。ファミコンにそうそうそう。でこれでも性能自体はファミコンに及ばなかったんでどこだこれか。で出したのがこれですね。これセガマーク3。これでファミコンを超えたんですよ実は。ファミコンを超えたの。要はファミコンが発売してから2年後だっけ。2年後に発売したんでファミコンの性能を超えたんですよ。例えばこれ例えば FM 音源ファミコンには FM 音源って内蔵されてないんですけどマーク3はFM 音源がこれつければできるんですよね。私が前実況やったこのファンタシースターとか FM 音源でしたよね。あとはこれラビットファイヤーつけると連射モードになったりあとマイカードって言ってカード型も使えるしさらにすごいのが RGB 出力要は当時のパソコンですね。これ私がちょっと実験したこれ RGB 端子 RGB21 が使えるんですよ。だから今でもなんだっけ高画質のゲームができるようになってるの。私のやったファンタシースター1のゲームがすごい画質が良かったのはこのおかげなんですね。このおかげなの。だからすごいこのマーク3ってかなりすごかったんだけど遅すぎたんだね結局は。もうこの頃ファミコンってサードパーティーがかなり参入していて大体の人はもうファミコンに行っちゃってたんで遅すぎたんだね。だからこれがもしファミコンと同じ時期に出ていたらって考えるとちょっと残念ですよね。2年経ったらファミコンなんてねもういっぱいソフト出てるしサードパーティーもいたからね。あと安かったからみんなファミコン買っちゃってたからね結局は。その辺がセガのちょっと不遇なことですね。さらにこのマーク3の次にマーク4ってあったんですよ。マーク4っていうのはこれさっきのFM 音源ユニットとか連射機能とかを全部内蔵したやつですね。まあ要は SG シリーズの完成型ですね。SG シリーズのこれだとなんだっけ最初から FM 音源内蔵されてて連射機能も内蔵されてるっていう素晴らしいハードなんですね。だからだから本当も、まあ仕方ないかな、これですね。
私はマスターシステムをすげえ好きなのこれすごい好きなの。形いいでしょ。だからすごい好きなんだよね、このマスターシステムが。すごい好きなのだからこんな綺麗に磨いて置いてあるのがそれが理由なんですね。すごい好きなの、このマスターシステムね。いいですね。まあこのマスターマーク3のゴテゴテ感も好きだけどね。このねフルアーマー感も好きですけどね。こういうなんかフルアーマー感もね、綺麗なハードだよね。こうすっきりしててね。まあマーク3もいずれやりましょうね。じゃあやったのか。ファンタシスタやったけど他のゲームもちょっとやりましょうか。ただクリアできるのかね。昔のゲームはまずクリアできるかどうかがすごい謎ですね。まあその結果出したのがメガドライブね。メガドライブ。16ビットマシンですね。これ16ビットマシン。まあこれはまさに名機ですね。16ビットマシン。私もいっぱいやってますけどね、実況やってますけどね。まさに名機です、16ビットマシン。難しい質問だね。私はセガ信者だからね。私はセガ信者だったからね。だからこんなにセガのハードいっぱいあるのはセガ信者ですからね。セガのゲームが大好きだからね、本当に。セガのゲームが。なんだっけ、家庭用ゲームに入った理由もセガのおかげですからね。それまではアーケードゲーマーだったからね。アーケードでゲームばっかやってて、セガの家庭用ゲームってやってなかったからね。どっちかっていうとセガのおかげで家庭用ゲームに入れたって話ですからね。はい、ということでした。面白かったですか？今回は、ファミコン以前に発売したハードをいろいろやってみました。面白かったですかね。途中でテレビベーダーがね、ちょっとプレイできなくて大変申し訳ございませんでした。あれはもうちょっと直せないかな。直せないと思いますんでね、本当に申し訳ございませんでした。次回は、どうしようか。なんか新しいゲーム、もし、なんかこれやってほしいっていうゲームあったらコメントに書いてください。もし持ってたらやります。持ってたら。持ってなかったらちょっと検討しますんでね。新しいゲームを何か発売、例えばするんだったら教えてください。例えば、5月にこんなゲーム出ますよとかね、6月にこんなゲーム出ますよっていうのよかったらコメントに書いてください。コメントに。なんだっけ、例えばエルデンリングもそうなんですよ。エルデンリングもリスナーさんに、なんだっけ、フロムさんが新作のゲームやるんでやってくださいっていうんでやったゲームなんでね。何か皆さん要望あったら書いてください。基本的にハードはなんだっけ、ほとんどありますんで、国内、あれ、日本メーカーのね、あたりとか海外メーカーさんのハードはあまり、ほとんどないんですけど、日本のメーカーのやつはほぼありますんで、詳しくは概要欄、見てください、概要欄。概要欄に全てのハード書いといたんで、持ってるハードを。だから、それでこのソフト持ってますかっていうのはね、あったらやりますんで、ただ、その、クリアできるかどうかは分かりません。正直に言うと昔のゲームはねクリアできないゲームがいっぱいあるんで例えば高橋名人の冒険島とか加トちゃんケンちゃんとかは多分やってもクリアできないんでそれはお許しください。レトロゲームはねクリアできない本当に。サラマンダーも無理じゃないかな。サラマンダーもねちょっと無理じゃないかな。サラマンダーグラディウスはクリアしたけどね、サラマンダーはちょっと難しいね。もう年なんでね。レーザーアクティブはないね。レーザーアクティブは。フラットさんよかったら概要欄見てね、概要欄。レーザーアクティブはないね。レーザーアクティブは。あるのは一応書いといたんで、まあ、他はほとんどあるね。ピピンアットマークはないですね。ピピンアットマークは。ルーピーとか、なんだっけ、プレディアとか、そういうのはあります。そういうのは。あと PC エンジンのメガドライブね。あとセガサターンプレステとか、なんだっけ、PCFX とかね。はありますんで、要望あったら、レーザーアクティブは多分買わないかな。あれ、ほら、LD がちょっと保存するの大変なんでね、LD が。蜷川さん、なかなか厳しいことを言うね。クリアできんのかね。スーパーマリオ2はクリアした記憶がないんだけど、いけんのかね、あれ。いけんのかな。攻略サイトガン見でやろうかい。じゃあやりましょうか。じゃあツインファミコンでスーパーマリオブラザーズ2やりましょうか。クリアできんのかな。
クリアできんのかな。おじちゃん若かったらできるかもしんねえけど、今の俺の反射神経でスーパーマリオ2とかクリアできんの。いやでも攻略サイト見ながらだったらいけんのかな。隠しキノコとかほら取ってればいけんのかな。隠しワンナップとか、あとほらマップの先とか見ればいけんのかな。もしかしたらやってみようか。スーパーマリオ2とか、マリオブラザーズ2とかね。それだったらゼルダの方がまだいいかもしれない。同じディスクシステムだったらゼルダの伝説の方がまだいいんじゃないのかな。マリオ2いけるかな。マリオ2はやってみましょうか。やろう。リスナーさんの要望をなるべく聞くようにしてますんで、やってみましょう。クリアできなくても怒らないでくださいね。ね、クリアできなくてもね。じゃあ次は、スーパーマリオブラザーズ2をやりましょう。ディスクシステムですね。じゃあリスナーさんのご要望なんでね。ミシシッピないね、ソフト。ミシシッピは持ってないね、ミシシッピは。まあ、あれ安いから買ってきてもいいと思うんだけどね、確かに。まあ、じゃあとりあえずスーパーマリオブラザーズ2を次回やりたいと思います。じゃあ攻略サイトガン見で隠し要素とか全部見ながらやりましょう。それだったらいける気がするね。それだったら何も見ないでやるっていうのは無理かもしれないけど、攻略サイトとガン見して隠し要素とか全部、要は隠しワンナップとか隠しキノコとか全部見ながらやればいけるかもしれない。あとマップ、先の地形がどうなってるかとか全部見ればワンチャンいけるかもしれないからね。裏技もあんのかな。裏技もあるんだったら裏技とかも使ってやりましょうか。マリオコレクションだったらいけるかもしんない。ディスクシステム版はね、ほんと難しいんだよ、ディスクシステム版は。昔確か途中で投げた記憶があるね。まあ昔はほら攻略とかなかった、攻略サイトがなかったから、自力攻略だったからそれで投げちゃった記憶があるんだよね。例えばほらスイートホームとかも、スイートホームもあれ途中で投げちゃったんだよ、昔攻略サイトとかもなかったから。だから途中であれも投げちゃってクリアしてないからね、スイートホームとかも。だからその辺をじゃあぜひ攻略しましょうか。じゃあ次回は、スーパーマリオブラザーズ2を、やりましょう。ディスクシステムのね。はい、じゃあ今日はね、長々とお付き合いありがとうございました。短い時間の予定でしたが、カセットビジョンとかね、SG 戦とかもやりましたんで、ちょっと長くなりましたけど、よかったらね、またゲーム実況のよかったらぜひね、ご来場ください。よろしくお願いいたします。では、今日はね、これで終わりたいと思います。次の生放送は水曜日に、動画のコメント返し、YouTube のガンダム解説のね、コメント返しますんでね、よかったらぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。はい。では、これで終わりたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。